おはようございます。特急便です。2023年10月4日朝9時45分ぐらいです。今日もこのくらい遅くなってしまいました。これから出発します。だいぶ前のコメントで僕チェックしてなかったんですけども、前のブログからずっと見てくださっている方がおられるんですね。自分は6年間中国にいまして、向こうの方で働いておりました。その時にその前からか、ブログを書いてまして、中国にいた頃は、このバスに乗ったよって言うと、この9号線のバスはこっちからこっち、こっちからこっち行って何分もかかったよって、自分のメモのためにも書いていたんですけども、それを見ていましたって方からコメントをいただきました。嬉しいです。ありがとうございます。あと、昨日、冗談で、自分のハゲのことを話したら、ちゃんと説明してくださる専門家の方がおられまして、専門家ってすごいですね。普通だったら、こんな薬がいいみたいですよ、とか、こんな薬がありますよ、リンク貼っときますって終わりなのに、全部自分でペタ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 って打って書いてくださってね、すごいなと思いました。で、その方曰く結論からすると、ヘルメットがハゲに悪いかどうかはわからないということですね。ヘルメットがハゲに影響している可能性はなくはないけど、多分違うんだろうっていうニュアンスでした。あと、また別の方が、その前にパッてなんとなく紹介したメンソレータム、あれは手荒れに効果ないですよって教えてくださいました。メンソレータムとメンタム、うちの家族好きなんですけども、違うのかな。そんな感じで思いまして、自分は化学ダメなもんですから、紹介してなんですけども、全然自分が何でいいのかまでは分かってません。また今、つけてますけども、メンソレータム。ひび、赤切れ、霜焼け、かゆみに効果があります。手荒れ防止等の効果について書いてありましたんでね、ロート製薬がそんな悪いことするかなとも思うし、自分の感覚を信じましょう。このまま使います。伊東津の森前からスタートします。今日も金慶町公園で待機です。そういえばさっきの手荒れ防止の薬の話ですけども、メンソレータム、メンターム、僕の家族の体に合うんだけど、昔僕好きだったワンジンヨはちょっと強すぎるかもしれない。ワンジンヨってマンキンタン、タイガーバーム。日本ではもう売ってないから関係ないんですけどね。一回塗るとスースーするから、なんかすごく気持ちいいんですけど、塗り続けるとそこの部分がちょっとヒリヒリしてきたりするんですよね。で、そういうのはちょっと良くないのかもしれないなと思って、最近はメンタームにしてます。タイガーバーム、向こうのお土産物屋さんに買いに行くと面白いですよね。店員さんにこれは何聞くんですかって、僕も知ってるんだけど聞くと、何でも聞くよっていうのね。何でも聞くことはないでしょ、そんなことないでしょ、何でも聞くよって。日本語もそんな上手じゃないからそういうふうにしか答えないんだけど、真鶴公園待機です。ここの藤の棚が結構いい雰囲気なんですよね。ただ雨の日は案外全然ダメです。下で待機してるとびしょびしょになっちゃいます。1機目ドロップ高尾です。1機目結構登ってきました。帰りどうしようかな。元に戻るか反対側降りるかちょっと迷ってます。行き先わかんないけど 2.9 キロ行ってきます。2軒目東篠崎です。大手町待機です。いつもの公園に戻ってきました。大手町でそうだな、1時間ちょっとぐらい昼寝してで何も起きなくて、高台前待機です。ここら辺はお店はあんまりないんですけども、ドロップ先になることが多いので、ここにも足跡をつけておきます。では平坦コースの 7.4 キロ行ってみましょう。踏切になってしまいました。ちょっとロスです。
45分頃に出ましたんで、今12分経過です。3軒目熊本ドロップです。やっぱり 7.4 キロでも小倉駅の近くの駅でちょっとごちゃごちゃしたところ入りますから、ドロップまで35分はかかってしまいました。昼ご飯を食べまして、これから後半再開です。あと4時間半。ここから、城野駅の来たんですけども、ここから何百メートルか自転車専用道路があります。で、ここの道路、あんまり通ったとしても早くも行けないんですけども、安全なんでね、僕は時々使うようにしてます。で、ここら辺の住宅なんですけども、結構配達員中です。この自転車道路の両サイドなんですけども、ほとんど住所表示がないんですよね。で、住宅地図持ってないとほぼ配達できないエリアです。GPS の青いポチポチが信用できればいいんですけども、いまいち信用できない時にどうするかですよね。かなり迷います。メディアドーム待機です。で、北九州市は結構こういう運動用具に力入れてまして、多くの公園にこれがあります。いじくって上まで持ってってくださいってやつですね。9、10、乗ってやってみます。にょー。じゃあ 5.5 キロ行きます。横城ドロップ4軒目です。小さい公園で何ていうのかなと今調べましたら、横城公園ということです。この近くの小学校が横城小学校、全部横城。 5.2 キロの特力マップでどこまで行かされるんでしょうか。わかんないですが行ってみましょう。小倉南区日の出町ドロップ5軒目です。横城から特力までって結構あるので、ちょっとバカにしてイエーイって言ったら小さいのアップダウンが3回ぐらいあってバテました。6軒目ブロック北方です。安広はよせい、迷ってんじゃない。外人さんが駆け寄ってきたよ。僕の弁当が届いたと思って。誰だか知らないけど安弘さんお願いします。7軒目中島ドロップです。今視聴者の方に声をかけていただきました。ありがとうございます。餃子の王将は不思議ですね。みんなキビキビ働く、足を引っ張ってる人がいない。あれが不思議ですよね。どこのコンビニでもファミレスでも大体新人さんとかいてちょっともたもたしてるんですけど、そういうのが全然ないんで、どうやってトレーニングしてるんでしょうか。不思議です。8軒目弁天町ドロップです。下糸津公園待機です。あと1時間ここでやります。10時間終わりまして明るいところに移ってきました。今日は最後ちょっと居眠りしちゃって10時間18分やってしまいました。稼働時間に対する運転時間が 31% でした。今日はかなり郊外まで行きまして、郊外の方がもしかしたら需要があるのか、予想の反対ですけども。ではまた明日。さよなら。